こんにちは、つむぎです。ルーさんです。今回はブリテンノーマンアイランダーで世界一短い滑走路を持つ商用空港、サバ空港にチャレンジしてみたいと思います。簡単にアプローチの説明もしておくので、皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。ルーさん、今日もよろしくね。よろしくね。ということで、カリブ海の上空にやってきました。先にアプローチの説明しておきましょうか。そうですね。今回は近隣にあるプリンセスジュリアナ空港から離陸してきたので、ガーミンのフライトプランの出発空港に TNCM、 到着空港にサバ空港のコーレター TNCS をセットしていきます。ビーチの頭上スレスレを通過する例の空港ですね。続いてディパーチャーには一旦こちらの GoPad2 をセットしておきます。ランウェイは10、トランジションはダンデを選択しておきます。途中のウェイポイント GoPad とダンデは不要なので、ここで削除しておきます。アプローチには RNAV、RNP ですね。ランウェイ12をセットしておきます。トランジションにはこちらの CS400 をセットしておきましょう。これでプリンセスジュリアナ空港からある程度簡単にサバ空港ランウェイ12に向かうことが可能です。巡航高度は2000フィートまで上昇してください。この先の CS200 がファイナルアプローチフィックス、最終進入地点になるので、そこから降下を開始していきます。この辺りで75ノットくらいまで減速して、フラップをテイクオフポジションまで下げておきます。ファイナルアプローチフィックスまでやってきたので、バーティカルスピードにして毎分400フィートで降下していきましょう。計算上は75ノットで毎分400フィートで降下していけば滑走路に近づくはずですが、まっすぐ進入していくわけではないのと、この後65ノットまで再度減速するので、最終的には滑走路とにらめっこしながら調整ですね。目の前に見えるのがサバ島ですね。こちらはオランダ領ですね。ランウェイインサイト、滑走路視認できてますね。この辺りで65ノットくらいまで減速して、ファイナルフラップまで下ろしておきましょう。この先の CS100 がミスドアプローチポイントになるので、それまでに滑走路を視認できなければ Go アラウンド、着陸のやり直しということになります。それではここからオートパイロットを外してマニュアルで行きましょう。オートパイロットディスエンゲージ。ちょっと尺が持ちそうにないので、400フィートあたりまでは4倍速でお送りしますね。ちなみにこのサバ空港、正式名称はファンチョイー・ヨラウスクイーン飛行場で、滑走路はとても短い396メートルです。なので離着陸できる機体はヘリコプターか小型のプロペラ機に限られます。 MSFS2024 に収録の機体ならデハビランドカナダの DHC-6 ツインオッターがありますが、あれはノーズギアがフラフラしちゃって苦手なんだよね。今度ツインオッターでやってみたらどうですか？裏で個人的にやってみるよ。あはは。滑走路が近づいてきたので映像を等速に戻しておきました。まだ滑走路のマーキングが見えませんね。しかも進入角度が適正かどうか確認できるパピも設置されていないので難しいですね。ちなみに今回は事前に練習せずに来たので、ダメだったらGoアラウンドしようかなと思ってますが、この感じそのまま普通に下ろせそうですね。でもだいぶ斜めに進入してますけど。だってそこの崖にあんまり近づきすぎたら危なくない？やっとエイミングポイントが見えてきましたね。滑走路方位を表す数字の先に白い長方形で書いてあるマーキングですね。そこが設置目標なので、そこを狙って下ろしていきましょう。いやー、空母ほどではないですけど短いですね。だねー。まあこの子はブレーキ性能高いから。
ね。ですね。お疲れ様でした。ということで今回はアイランダーで世界一短い滑走路の商用空港サバ空港に着陸してみました。楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価、コメントで応援よろしくお願いします。ちょっとここで告知なんですが、プラネットコースター2という遊園地を作って運営するゲームですね。そちらの実況を私一人で普通にやっていこうかなと思って今並行して動画を作っているので、そちらも公開したらぜひ見ていっていただけると嬉しいです。ルーさん一人でできるんですか？いやー、慣れるまでまた半年ぐらいかかるだろうね。というかサブチャンネルの普通の動画の評判があまりよろしくなくて、フラシム以外のやりたいゲームをサブチャンネルでまとめていくっていう感じにしていくつもりです。なるほど。それじゃあ今回はこの辺で、せーの、また見てね。